この下何もついてないんで、こうちょっと持ち上げてあげる。上げて下げる。これだけです。柱は動かさないんです。ここにね置いとくだけでいいです。はい、失敗しましたよっていうところから、ね、リカバリーがかなりできますから。で、美味しく作るのも大事なんですけど、美味しそうに作る方が大事なんです。皆さんこんにちは。こんにちは。本日は大阪の北節にお店を構える豊中桜井の水田シェフにお越しいただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、だし巻き卵の作り方を教えていただきたいと思います。はい、じゃあまず、だしから。だしから。はい。作っていきましょう。はい、まあ家で卵を作るのにだしから取る人いないと思うんですけど、まあこれも一応だしの引き方を言いますみたいな感じで、まず鍋の中に水を入れて昆布が今入ってます。はい、でまあ本格的なやり方ですよ。店の場合では、80度で30分。80度で30分。はい。80度まで温度を上げてその状態をキープして、まあ温度計も使いながら今30分経ちました。はい。で30分経ったらね、火加減をちょっと強くします。で、沸いてくる時に昆布を引き上げます。昆布だしは沸かさないっていうのが鉄則ですね。沸くとこうえぐみが出るんで、沸かさずにだしを取るっていうのが基本です。はい、これはもうどこのお店でも同じことを言います。はい、で、沸騰近くなってきたら昆布を引き上げます。この状態で昆布を引き上げて軽く沸かします。で出てこないんですけど、アクをすくいます。はい。はい。出てこないですよね。アクすくいます。出てきますけどね。軽くでいいですよ。はい。で、ぐつぐつ沸かす必要ないです。はい。これが昆布だしです。で、今軽く沸かしてから沸騰を止めるのに水を少しだけ入れます。この沸騰が止まったらすぐ鰹節を入れます。この間は同じ火加減ですからね。で、鰹節を入れて、でこれをもう一度沸かします。入れてすぐ火を止めるのは一番だしっていうんですね。でそれはお吸い物だけに使うだしです。でこういう煮物とか、まあ、だし巻き卵なんかもそうですけど、こういう時は少しだけ沸かしてあげます。約1分ぐらいですかね。でちょっと沸かしてあげて火を止めます。で今度ね、今こう上に浮いてる鰹節が沈んできます。まあ、15分ぐらい置いといたら鰹節が沈んで、それから、こして、でそれを冷まして、味をつけて、卵と合わせて、焼き、切って盛る。長いですね。頑張りましょう。はい、はい、では15分経ちましたのでこれこします。まあ家ではざるとキッチンペーパーみたいなものを使います。今日はなんか目の細かいものがあるので、これで一気にこしてしまいます。非常に澄んだ綺麗な出汁が取れます。鰹節の場合は香りも命ですから。でこれお店だとこの状態なんですよ。絞らないんです。絞るとまたえぐみが出るんで、この絞らずにこう軽くというか、まあちょっと汁気をしっかり切ってあげるぐらいの状態で使っていきます。冷まします。だし巻き1個、だし巻き1本、まず卵3本、3個と、大さじ2杯のだし。ちょっと今日は初心者向けにしますから。2人で作るんで大さじ4杯。でここにお塩少し。お店で作るだし巻きの場合はそんなに強い味をつける必要ないので、本当に数滴ぐらいでいいです。こんだけっていうぐらいの。ちょっとだけですね。これぐらいでも十分なんです。でこの状態でよく冷まします。卵3個もう割りました。僕は昨日から割ってますんで。でここに大さじ2杯のだしを入れます。冷めてますからね。入れてよく混ぜますからね。
卵入れる前に、混ぜる前に入れた方が、どっちでも大丈夫。どっちでもいいです。はい。はい。まあだし巻きの時はね、卵をこさないんですよ。なんとなくなんですけど、こしてもいいんですよ。いいんですけど、僕はちょっとこう、ちょっとこしがった方がいいかなと思って、巻きやすいような気がするんで、そんなに卵をこしたりはしないんで、殻が入ってないことだけちゃんと目視でしっかり確認してください。で、これが切れたら焼き出します。はい、こんな感じ。はい、それでは、焼いていきます。はい。まず、巻き鍋っていう呼び方しますけど、四角い鍋、フライパンみたいなものに油を少し引いて、で、今日はちょっとなじましてますけど、油をなじましたこういうクッキングペーパーでこう広げておきます。はい。で、火をつけます。で、中火ぐらいですかね。はい、中火です。中火。はい。中火。まあ、よくいろんなやり方あるんですけど、まずこう箸にこう卵をつけて、中火でしょ。はい、最初の一杯のを半分ぐらい取って、ぎゅっと流します。ね、流したらこう広げていきます。半分ぐらい。半分ぐらい。最初多いとね、あと大変なんですよ。はい、で、向こう側からちょっとこう向こう、はいね、ちょっと寄せて、はい、で角度こうです。はい。でこれでちょっとこう下に折りたたんでいきます。こう折っていくんですね。すごい繊細。はいはいね、これをもう一回こう折りましょう。はい。ここまではね。はい。でちょっと最後向こうの方に押して、でまた同じようにくるっと巻いていきます。はい。最後まで巻きましょう。はい、できました。向こうにやって、手前をもう一回。はい、そうです。はい、だいぶ離してたんで、はい、鍋の温度は下がってます。はい、はい、そこにもう一度、8分目ぐらい入れましょう。こう回してあげます。はい、入れたらすぐ回す。はい、すぐ回す。今度ね、この下、何もついてないんで、こう、ちょっと持ち上げてあげる。斜めに傾けて。で、今度は、やるだけとしては、上げて下げる。上げて下げる。はい。見せますよ。上げて下げる。フライパンを上げる。フライパンを向こうを上げて下げる。こうしたいんです。こういう感じですね。はい。もう一回やりますよ。はい。上げて下げる。これだけです。上げて下げる。そう。はい。じゃあお箸だけ動かすよ。箸は動かさないんです。ここにね置いとくだけでいいです。はいはい。で上げて下げる。これだけです。はい。いいね。いいです。でもう一度。はい。もう一度油を塗って同じ作業です。向こうに送る。で手前を振る。はい。でまた卵入れます。はい。また3回です。8分目ぐらいですね。ください。はい。はい、いいですね。で持ち上げて卵の下にも卵の下にも流し込む。卵の下に流し込むと、はい、ここだけ焦げるのを防げますから。はい。でまた同じ作業です。こう挟んで上げて下げる。上げて下げる。はい。もっと恐れずにこう上げて下げる。はい。上げて下げる。そう。ね、簡単でしょ。はい。でもう一度。さあこれで仕上げだと思って。これで一度。はい。向こうに送って。で最後の卵を全部入れちゃいましょう。全部入れて、またこれを卵の下に卵を入れて、はい、で卵の下に卵を入れて、はい、はい、同じですよ。さっきまでできてましたからね。はい、ずっと一緒ですからね。はい、こう挟んで上げて下げる。はいはいはい。でこれねちょっとね半熟ぐらいの時にやってあげる方が卵と卵がひっつくんですよ。こことここと。こうはいはいはいできた。はいいいです。こうちょっと揺すったり。そうそれで自然とはい。さあはい巻きすです。こう上に乗せてでこう押さえる。
押さえ好きなもの。あ、火消しました。あ、火消しました。はい、押さえる。で、これひっくり返す。外す。はい、いいですね。はい、で、今度、こういう向きに持ちます。はい。で、この時に、ちょっとね、こう、焼きムラじゃなくて、継ぎ目があるんですよ。最後の。僕の場合は手前に来てます。そこですね。あ、そこが一番ブサイクなんで、そこのエンドラインに一番端っこ持ってきます。ちょっと待って。はい。こう持ってでしょ。はい。こうして、ここに当てて、押します。はい。はい。一番端っこに。で、持ってきて、で、これをぐるぐるぐるって巻いて、間に。はい。今度ね、こう、上と下を押さえる。はい。そしたら、この左右を押さえる。押して、ここも押さえる。こうです。こうです。こういうのを作って。はい。そう。で、できたら四角くしたい。わかります？ちょっといびつですね。はい。こうしておいて、こういう状態。こう。はい。こう。はい。はい。はい。このまましばらく。やりましょう。はい。これは、形を整えている作業ですね。熱いでしょ。熱いですね。この状態でね、今卵固まってるんですよ。余熱で。で、半熟の部分もこの状態で今火が入ってます。で、この状態で固めながら火が完全に通ったら綺麗な形になります。はい、もうこれぐらいでいいです。はい。で、焼けました。はい。これを今度切って盛ります。はい。一番大事な作業ですよ。はい。で、こうまず開きますね。こう綺麗にできてます。で、ここでこう挟んでください。こちら、こう、そう。はい。で、こう出すでしょ。出す。そしたらこれをこう合わせて置く。こう離す。はい、切れてきました。はい。で、料理をするときは、美しさが大事なんで、ちゃんと持つ角度もそうですよ。はい、こっち見てね。で、こう、まず両端を落とします。はい。そしたら真ん中、さっきのお刺身みたいにスーッと引っ張ってきて切れます。スーッと引っ張ってきて。はい。で、3等分。はい。スーッと。身にストレスをかけないように切ってくださいね。どうですか？はい。大丈夫です。でまず、この3つをすくってというか、ちょっとね、こうずらしましょう。こういうふうに。少しずつ。はい。そうですね。はい。で、その下にこう当てて、でこの角度にいきましょう。はい。そうですね。はい。これをこう、ちょっと置いて、で、さらにもう一回同じようにずらして、で、盛ります。で、大根おろしを、一口大ぐらい。一口大というか、いる分丸めて、で今回やったらこの辺かな。で、醤油をちょっとかけます。はい。そんなおろし。こんな感じですね。はい、これで卵焼き、だし巻き卵の完成でございます。切るとに手前に崩れるじゃないですか。手前にこう引っ張って崩れるでしょ。で、その時は向こう側は結構無傷なんですよ。で、お客さんが食べる時は自分の方に向いてる方が綺麗な方がいいから、だからこういう場合でしたらこの卵の向きを丸々反対にしてみてください。綺麗な方を、綺麗な方を向けとけば、なんとなくですけど、さっきとまるで違う、失敗しましたよっていうところからリカバリーがかなりできますから、だから卵をね焼くときにどっか一面綺麗にできてれば盛り付けてなんとかなるということです。はい。
これもね、簡単に作れて何度でも練習できますし、まあ原価も安い、そうですまあね、食材ですからいっぱい。美味しく作ろうと思ったらやっぱりはい、一つ一つの知識とそうです。まあテクニックがはだいぶ変わってきますね、仕上がり。そうですねはいい。で、美味しく作るのも大事なんですけど、美味しそうに作る方が大事なんですよ。あ、はい、美味しそうなものは絶対美味しいんです。はい。美味しくなさそうなものはほぼ美味しくないです。だから見た目ってすごい大事なんで、その盛り付けであるとか、器であるとか、で、今度やったら卵の焼き目ですね。もう焦げ焦げのところになってたら美味しそうに見えないし、切り口が汚ければ綺麗に見えないので、そういう小さいことをね、丁寧にやっておくと仕上がりがすごく美味しそうに見えるんです。で、そういうものはほぼ美味しいです。見た目も見た目も大事。はい、そういうの気をつけて。ありがとうございます。